ヤギ座さんの皆さん、こんにちは。今回はこれを見てくださっているヤギ座さんの皆さんに、間もなく起きる急展開というテーマでカードリーディングをさせていただきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。最初にお知らせですけれども、私が作成させていただいたオリジナルのイラストのグッズや携帯待ち受け、LINE スタンプがこの度発売されております。すでにご購入していただいた方もいらっしゃいますので、この場をお借りしてお礼申し上げます。ありがとうございます。そしてご興味がある方はぜひ概要欄の方に載せてあります。チェックしていただけると嬉しく思いますので、よろしくお願いします。はい、それでは早速今回始めていきますけれども、こちらのタロットカードとオラクルカード利用して、ご自身でもまだお気づきになっていないような心の奥の深い部分も見ていきます。まず現状の、ヤギ座さん、そしてこの度のテーマのヤギ座さんに間もなく起きる急展開、そしてアドバイスという形で2枚ずつタロットを引かせていただいた後に、さらに深掘りで間もなく起きる急展開に対してのアドバイスをオラクルカードからも見ていきます。それではスタートです。はい、それではまずですね、現状から見ていきたいと思います。はい、もう早速これです。はい、そしてもう一枚はこちらの、はい、今回早いですね。はい、それでは現状をまず見ていきます。せーの、はい、ワンドの7番、そしてせーの、はい、素晴らしいペンタクルの9番が出ています。いやー、もうこれすごいですよね。ワンドの7番ですよ。やっぱりこれだけはもう絶対に譲れないみたいな、ご自分の意思表示をはっきりしなければならないようなことっていうのが、ここ最近あったりしたことがね、あったんじゃないかなっていうことを感じます。それでそこの流れから、お人によってはね、ちょっと周りの人に嫌われてしまうようなね、心苦しいことも言わなければならないっていうようなこともきっとあったりした方もいたと思うんですよね。で、生活の中でね、大変だなとか、ちょっとしんどいなっていう風になるような時期もきっとあったと思うんですけれども、そこからご自身がしっかりと乗り越えて意志を貫いている、すごい意志を貫くっていうようなね、お気持ちが前面に伝わってくるんですよね。そういう風にご自分が意志をね、しっかり持って前に進んだことによって、ペンタクルの9番ですから、一つ何か物事が完了したようなこと、9番ですからね、何か一つ片付いたりとか、そういうことをちょっと乗り越えたな、山場を越えたなとかね、そういう風に感じられたりとか、あとはお人によっては本当の意味での自分の中での成功というものを勝ち取ったりしている方もいると思うんですけれど、きっとね、そういう風にまだ成功っていうところまで到達まではしてないんだけれど、ちょっと山を越えたなっていうような方はですね、これから何かご自身の中にチャンスであったりとか、ご自身の中の将来の展望ですよね、そういう夢が広がっていったり、意識が拡大していくようなことっていうのを手応え的に感じている方っていうのもね、いらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思います。で、どんどん今までね、ご自身がやっぱり意思を主張してちょっと苦しいところを超えながらね、努力してきたことっていうのが少しずつちょっと形になってきているような部分ですよね。それがご自分の魅力に今つながっていて、結構周りからは何か目立っているっていうのかな、やっぱり光ってるように見えたりとか、本当に努力してるよね、ああいうふうに断言していたりとか、意思を貫いている部分見えてたけど、本当によくやってるねっていうふうにですね、今でこそそういうふうに皆さんから周りからも一目置かれたりとか認められていくような部分っていうのがね、すごく目立ってきている、そういうふうにメッセージが伝えてきているので、努力の時期からの何か手応え的に夢を叶えていくようなことっていうのが間近に近づいていたり、実際に叶えたりしているっていうふうにね、お伝えできるかなっていうふうに思うので、
すごくねこれからがすごい楽しみだなっていう風にね意味合い的には捉えてます。そして新しい人間関係ですよね。やっぱりこう新しい人間関係増えたなって方もいるんじゃないかなっていう風にこちらのカードから感じるんですけど、そこからの出会いですよね。出会いが今後どういう風につながっていくかとかね、助けてくれる方もきっと出てきているっていう方ねいるんじゃないかなっていう風に思うんですけれど、そういう風にお互いに協力し合える関係性からどのような発展があるかとかですね、そういう部分も含んでいるので、すごい楽しみがいっぱい、そういう風にね伝えてきてくれています。すごくねもう一つお伝えさせていただけるのはなんかね今すごい感じるんですけど、ご自分がこう目指していたような人間性を持っている人との出会い、そういうのがねこういう人と出会いたかったんだよねみたいな、そういう出会いがあったよ、最近そういう出会いあったよっていう方もですねいるかなっていうふうに思います。それはご自身がしっかりね前に進んで努力をされてきた結果ご自身がね掴み取っているチャンスであったりとか、やっぱりこう引き寄せ的な出会いですよね。そういう風に伝えてきてくれているので、やっぱりご自身がね今まで本当にコツコツと努力されてきたことっていうのが少しずつ形に見え始めているよっていうことをですね前向きに伝えてくれています。さてここからなんですけれども、間もなく起きる急展開ですよね。そこをいよいよ見ていきたいと思いますね。楽しみですよね。どんなことが起きるんでしょうか。はい、こちらです。はい、そしてこちらです。はい、せーの、はい、正義のカードです。はい、せーの、はい、ソードの10番が出ています。はい、正義のカード、まずねこれ嬉しいですよね。正義ですよ。間もなく起きる急展開なわけなんですけれど、やっぱり、先ほど申し上げたようにちょっとねご自分の意見を貫くことによって周りがね反対意見を出してきたりとか、ご自分の意思とそぐわないようなことをね伝えてくるような、そういったこともあったかもしれない。ちょっとはしんどかった時期も終わりだったかもしれないけれども、やっぱりご自身の意思を貫いていることは間違ってなかったんだっていうことをですねこちらが示してきてくれていて、最終的な勝利はご自身の中にある。そしてそれをね今間もなく起きる急展開ですから叶えていく時期っていうのが本当に間もなくやってきますよっていうことを伝えてきてくれています。でご自身にとってすごく有利な状況っていうのがこれからね起こりやすいので、ご自身の立場を認めてくれたりとか、やっぱり先ほどねそういうふうにこうちょっとずつ認めてきてくれて手応え的に感じるようなことっていうのが起こってきている方多いんじゃないかなっていうようなメッセージ出ていましたけれども、さらにねジャスティスですからご自身の立場本当によくやってきたねっていう称賛であったりとか、やっぱりね客観的に見て周りがその意見を翻してくる。本当に今までは反対意見という形で言ってきていたようなことが多かった方も同意、ご自身のそういうねいろんな行動とか言動に対して同意をしてくれるようなねそういう方向に変わってきているよ、流れがすごく変わってきているよっていうのが急展開の部分で伝えてきてくれています。でもうご自身のねそういうあなた自身がいろんな信念とか貫いていこうっていうことに対して優先しようとすることですよね。優先事項の邪魔をする方っていうのがもう少なくなってきていて、誰も邪魔できない状態になるっていうことを明らかに伝えてきてくれていますので、本当に自信を持って今進む時期なんだっていうことをですねすごく力強く伝えてきてくれてます。一番最初にね出てきてくれているので、そしてこのね11番なわけですよね。11番ということは11新たなるスタート、ご自身が信念体
体系を持ってその信念を揺るがずに本当に進んでって大丈夫だよっていうふうに後押しと思っていただいていいと思います。新たなるスタート、ご自身の本当の意味でのスタートなんだっていうことをですね、正しく伝えてきてくれていますので、本当にね支持してもらえるぐらいご自身の中にサポート的なエネルギーがね強く働く時期なんだっていうことを伝えてきてくれています。そして今こそね、さらに自分の目的をはっきりとさせるといいと思います。で、はっきりとさせていくことによって、そういうふうにね、今急展開的にご自身のそういう方向性が定まっていきやすい時期ですよっていうふうにね示してきてくれてますから、ご自身の中で正しいと思ったことに関しては絶対に曲げないんだっていうぐらいのね信念を持って突き進んでいただくと、さらなるご自身のエネルギーが加速するよっていうことですね。そういうことを嬉しく伝えてきてくれています。そしてソードの10番ですから、大変なこと、やっぱりねワンドの7番のところでやっぱり大変な部分ありましたよねっていうメッセージありましたよね。そこがもう本当の意味での問題の解決、ちょっと痛いなとか、本当に苦しいな、大変だなっていうところはもう超えましたよ。問題の解決っていうのが急展開でやってきますっていうことを伝えてきてくれています。で、ちょっとねご自身の中で揉め事とかね、そういうストレスがかかるようなこと、恐れというような感情が湧き上がるようなことっていうのがね、最近おありだった方がいたのかなっていうのもこちらのメッセージから感じる部分としてありますが、そういった何か心の部分での肩の荷が下りるようなことっていうのがですね、ご自身の体感としてですよ、体感として急速に展開が訪れるようなことがあるかなというふうに思います。で、こちらからも新たな部分としての目標を定めるっていうことがね、やっぱり感じるんですよね。なのでね、このジャスティス11っていうのがね、その、目標を定めて進む再出発の時期っていうふうに思いますから、やっぱり急展開としては再出発で何かが起こりうるタイミングなんだっていうことですね。そういうふうに新しい何か幸せな方向性、今までは苦しいということが前面にね出ていたことも終わりだった方いたかも分かりませんけれど、これからはね幸せですよ。幸せの方向性で進んでいくんだっていうことを伝えてきてくれています。でそういったね幸せの方向性で進んでいくっていうことと、やっぱりね前に進んでいくっていう必要性も自分の中で何かそういうふうに進まなきゃいけないっていうようなことが急展開で起こったりとか、もうね前進する必要があるなってご自身の中でやっぱりねもう前に進んでいかなきゃいけないっていう風になんとなく分かっていて、進むべきタイミングなんだなっていう風に進んでいくっていうこともあるでしょうし、そういう風に何かしらご自身の潜在意識下の中でもうこういう時期だよねっていう風に何かを区切りとして終わりにしていくタイミングなんだっていうのもね同時にあります。なので聞かれる方、そうだよねっていう風に感じられた方は、今がそういう風に急展開でご自分が終わりにして先に行くっていう風にね進んでいくタイミングっていうことを捉えていただけるといいかなという風に思います。これは自分が今ね見ていただいている方に関して言うと、今決めたことっていうのはご自分のポジティブに働く作用としてエネルギー的にねポジティブに進んでいく流れでね進んでいけるから、安心して進んでいけるよっていうこともですねこちらから感じます。進むべき方向性は間違ってないっていうことをね、ジャスティスも出てますから、そういうふうにね安心して進んでいただけますから、ぜひねお心が当たりがあるよっていう方はそういった意味で新たな方向性としてね進んでいく時期なんだっていうことですよね。そういうふうに考えていただけるといいかなというふうに思います。で、先ほどねペンタクルの9番出てたじゃないですか。で、やっぱりねそういうふうに自分が求めてた方っていう方と出会ったよっていうふうな出会いの部分でのメッセージありましたよね。そういうふうに今までの関係性を終わりにして、ご自分が求めていた関係性の方との、お付き合いであったり対人関係でのそういう何かコミュニケーション、
関わり、そういうものが今後展開されていくような展開が増えてくるかなっていうふうに思いますから、お人によってはねすごい玉のこし婚とかね、そういうことも期待できます。今までのいろんな関係性は終わりにして、ご自分が理想とするそういう関係性の方との出会いが増えていくよっていう時期にねこれからなっていく、そういうふうにも伝えてきてくれています。ここからじゃあね、どういうふうにご自分が意識していったらいいかとか、いろんな意味でのアドバイスをね見ていきたいと思います。まずねこちらと、はい、こちらと、はい、ちょっとねテーマ的なものもね見ていきたいと思いますね。テーマも見ていきます。はい、こちらがテーマ、キーワードというかテーマになっています。そして、アドバイスまた見ていきますね。こちらで見ていきたいと思います。まずですね、アドバイス3枚ね同時に開きます。せーの。はい、ワールド。わー、嬉しいアドバイスですね。せーの。はい、ソードの8番。はい、そしてせーの。はい、マジカルゲートウェイ。わー、すごいな。アドバイスが本当に分かりやすいですよね。はい、自分でまずねこのねソードの8番っていうとこですよね。やっぱりご自身の中での先ほどちょっとねこういろんな意味で恐れとか不安とかそういったものをねやっぱり感じてた部分っていう風に感じてた方もいらっしゃったかなっていうようなメッセージ出てましたけど、それも全てね終わっていくような急展開を迎えるっていうようなね嬉しいメッセージありましたけれど、やっぱりねそういった中で自分のことをやっぱり自分の力を誤解してるよっていうねアドバイスなんですよ。で、自分の力をしっかり信じる。もっと自分は意識を拡大していいし、もっと自分は自由でいいはずだし、もっと自分はもっとできるかもしれない。もっとエネルギーをねいっぱい拡大させて、そしてねやりたいことっていうのが他にもあるかもしれない、もっと違う視点があるかもしれないとか、いろんな意味でご自分の今の視点だけで物事を測るっていうことがもったいないよっていうアドバイスなんですよね。でやっぱりねご自分をすごく小さく見ている部分っていうのがあるよっていうこと、もっとご自分は大きな存在、意識ってすごく大きいのでね、そういうふうに意識を拡大した時に自分っていうのはもっと大きな存在っていうふうに思っていいんだよ、もっと自由でいいし、もっと楽に生きていいしって、もっと幸せでいいはずだっていうことをどうしてもっと考えてくださいっていうことをねアドバイスすごいここから強く感じるんですよね。でご自分の中でそういうふうにね、私はもっと幸せでいいし、もっと楽でいいし、もっと裕福でいいし、もっと豊かでいいしっていうふうにご自分を高く持っていいんだ、自分のねそういう可能性を大きく見ていいんだよっていうことを伝えてきてくれています。そしてその中で今までのことを全てね、今まで旅路と思うのであれば、今までの旅路はもう全て完了しましたっていうこと、今までの体験とかカルマ、そういったものはもう終わりですっていうことをですね、本当に明るく伝えてきてくれていて、そして称賛を受けるべき時なんだっていうことですよね。その中で素晴らしいご自身の中でどんな方向にも行けるような自由さ、やっぱりこれ蝶に舞っている自分がもし羽があったらいろんなところに行けるわけじゃないですか。そういうふうにね、いろんなところに旅に行けるんだよ。だからもう本当に恋愛で言うとこの人しかいないっていうふうにね思ってご自分の中でねどうやって叶えていったらいいかなっていうぐらいね悩んでる方っていうのもいるかもしれませんけれども、でもねもっと大きな視点で言ったらもっと違う人に出会ってるかもしれない、もっといい人に出会ってるかもしれないっていうふうに思うとワクワクするじゃないですか。そしてもしかしたらそうやってワクワクしてるうちにご自分が思っていた方と本当にね
結ばれたりとか、そういう風になるわけなんですよね。いかにご自分が執着を手放していくか、そして楽になった時に何でも可能なんだっていうね意識になった時に、ご自身の本当に可能性にね叶えるパラレルワールドっていうところにね楽しくつながっていけるよっていうことをですね伝えてきてくれていて、それが魔法の扉ですよ。魔法のドアがご自身は今開けようとしてるんだっていうことですよね。それは本当にご自身がしっかりと本当にご自分の意識はどれだけ大きいのかなとか、自分のそういういろんな自己肯定ですよね、そういうものを肯定していった時に全てが叶っていくっていうことをですね伝えてきてくれていますので、ぜひね自信を持ってもうね進んでいってください。本当に叶えていく時期なんだっていうこと、急展開で方向チェンジでご自分がなりたいものに叶えていける時期なんだっていうことを伝えてきてくれてます。嬉しいですよね。そしてテーマ、キーワードを見ていきたいと思います。せーの、カップの6番です。はい、テーマはなんとなくなんですけど、子供の頃に思っていたこと、子供の頃に、叶えたかったこととかね、そういう何かこう夢を思った時とか希望を見た時にワクワクしていた自分っていますよね。そういうご自分のお気持ちがこれからもう一度再演っていうのかな、そういう風にねこう復活していくような時期になってくるよっていうことですね。で、お人によってはなんかこれ見たような気がするとか、デジャビュっていう風に思うようなこと、それが子供時代じゃなかったとしてもなんか懐かしいなっていうことって誰しもあるじゃないですか。そういう風に子供時代とか昔とかっていうことに限らずですね、懐かしさであったり、こういう風な気持ちってすっごく嬉しかったんだよね、なんかでも前も体験したような気がするんだけどどこでかなっていうことってあるじゃないですか。そういうこと、今デジャビュって言いますけれど、過去性、本当に過去性で叶えたかったようなこと、そしてあなたが叶えたんだけど中途半端に終わってしまったようなことっていうのが過去性にあって、その過去性でなかなかできなかったっていうようなことを今回叶えようとしてるんですって。それがテーマになっているようで、もしかしたらお人によってはこういう風になりたいなっていう希望とかをすぐに叶えてしまえるような、そういう急展開っていうのがあったりする方もいると思うんですね、お人によってはね。で、そういう方はやっぱりこうシンクロ、ご自分の中で偶然の一致っていう風に思うようなことがね嬉しいっていうような体験がある方もいると思うんですけど、それは偶然の一致ではなくって、やっぱり必然で起こっているようなことで、見てくださっている方は今までの信念とかご自分の中でしっかり整えて感情をね手放してきたりしたことって終わりだったと思うんですよね。そういう中でやっぱりピタッピタッとご自分のシンクロニシティが起こってくるタイミングだよっていうこともですねテーマとかキーワードになっていて、でそれ以外にはですね、やっぱり先ほど申し上げたカルマでご自身がね、中途半端でここまでやりたかったんだけどっていうのでね終えられてしまったようなことを今世でやりたいっていうのでねやり遂げようとしている部分を今これから再始動で急展開でされようとしている方もいると思います。いずれにしてもそんなに小さい大きなことでなかったとしてもですね、お気持ちの変化であったり、その何か行動をねちょっと変えてみようかなっていう、そういう小さいところから始まるっていうようなことでも何か大きなことにつながっていたりしますから、ぜひねそうやってご自分のお気持ちをこうちょっとね変えていこうとか終わりにしていこうっていうようなね時期にぜひ活用していただけるとですね、何か望むような現実がどんどんとやってくるのでね、まずはご自分の自己肯定感を持つっていうことがもう本当に一つのね始まり、そこから何かがこうゴロゴロと急展開で変わっていくような流れを迎えますよ。お人によってはもうご自分が願ったことがすぐに叶うようなシンクロニシティ的なことが起こってくる方もいるでしょうし、何かカルマやりたかったっていうことを何かねこう
潜在意識下の中で湧き上がってきて、なんか懐かしいなっていうような体験をするような方も出てくると思います。で、お人によっては先ほども申し上げましたけれども、何か玉のこし婚ではないですけれども、ご自分が望んでいたような方との出会いを迎える方もいると思います。いろんな意味でね、すごく可能性を秘めた時期なんだっていうことを思いながらですね、ぜひご活用いただきたいというふうに思いますので、なんか楽しく過ごしていただけるといいかなというふうに思います。いかがでしたでしょうか。ヤギ座さんのリーディングは以上となります。少しでも共感していただけましたら、ぜひチャンネル登録や高評価の方もいただけると嬉しく思います。それから皆さん、いつもコメントの方も本当にありがとうございます。これからも全部拝見させていただきます。ぜひ書いていただけると大変嬉しく思います。それでは、ただでさえなんかね、すごい終わりを告げて新たな一歩が始まるヤギ座さんのリーディングでしたけれども、こちらのリーディングによって最善最高の日々となっていきますように、いつもここから応援しています。それではまたお会いいたします。ありがとうございます。